今日はアジアの雰囲気あふれる南国音楽、インドネシア音楽のスタイルを解説するよ。インドネシアの民族音楽というとガムランが非常に有名だよね。でも素のでガムランは効果がないんだ。かなりの知名度なのに不思議な感じがする。今回改めていろいろなガムラン関連の用語がプロンプトとして機能するか確かめたけど、どれも全く効果はなかったよ。なんでこんなに学習されてないんだろう。でもガムラン以外のインドネシア音楽で効果のあるスタイルはいくつか見つけられた。今日解説するスタイルはチャンプルサリ、ダンドゥット、インドロック。まずはこのスタイルがどんな曲を作るかインストとボーカル曲で聴いてみよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る、この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る、この瞬間を永遠にしよう。夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る、この尺を永遠にしよう。3種類のインドネシア音楽スタイルがどんな曲を生成するか聞いてもらったよ。チャンプルサリはインドネシア音楽と西洋音楽を混ぜた曲調になるよ。西洋音楽の影響がかなり強くて民族音楽的な要素は薄くなってる。ダンドゥットも同様にインドネシア音楽と西洋音楽を混ぜた音楽なんだけど、チャンプルサリより民族音楽要素が強い。特にタブラのような打楽器の音が目立つよ。ダンドゥットは頭文字を大文字にするとさらに民族音楽要素が強めになるよ。インドロックはインドネシア音楽をベースにハワイアン要素を加えたロックンロール。自国民向けに作られた音楽ではないから民族音楽的な要素はかなり薄れてるね。今回解説した3つのスタイルはどれも20世紀に誕生した音楽ジャンルだから民族音楽的な癖がかなり薄れていて聴きやすい音楽になっているよ。とはいえ21世紀の音楽ではないから古臭さを感じてしまう曲調でもあると思う。幸いどのスタイルも効果は高いから他の曲と混ぜて古臭さを消すといい感じかな。それじゃ次は他のスタイルと混ぜた時に曲調がどう変化するか聞いてみようか。混ぜるスタイルは R&B、 ディスコ、パンクロックにしたよ。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る、この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ
キゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この瞬間を永遠にしよう。ジャワとスマトラ夢の旅、エキゾチックな日々続いてく。ジャワとスマトラ胸が鳴る。この時を永遠にしよう。3種類のインドネシア音楽のスタイルを他の曲と混ぜた時の効果を聞いてもらったよ。どのスタイルも民族音楽要素は弱めだけど、その代わり他の曲と混ざりやすい性質がある。アジア風や南国風のアレンジとして面白く使えるスタイルだと思うよ。それじゃまたね。